愛です。あかりだよ。クオリティの高い美少女を生成したいけど呪文がわからない。どうやって生成できるの？愛知、教えてちょうだい。初心者の方はステーブルディフュージョンを導入して始めたはいいものの、プロンプト内に何の呪文を入力するとクオリティの高い画像生成ができるのかわかりません。闇雲に呪文を入力してもなかなか思うようにうまく生成できることはなく、時間がかかってしまいます。この動画では、高品質の美少女を生成するために、全体に関連したプロンプトやネガティブプロンプトの呪文について解説していきますので、参考にして質の高い画像生成をしてみてください。今回の動画で使用しているモデルは、シリット AI のサイトからダウンロードすることができるエニーローラを使用しています。プロンプト内では、こちらのようにがある、アッパーボディのみを入力してから呪文を追加していきます。同じプロンプト内容で画像生成してもクオリティにばらつきが出るので、1回だけ試したら別の呪文に切り替えるのではなく、何度か画像生成してから変更することをお勧めします。まず最初に、ステーブルディフュージョンをやっている人で知らない人はいない有名な呪文がマスターピースになります。こちらのように、全体の画風、髪、目などのクオリティを大きくアップさせるための呪文になっています。マスターピースは傑作という意味なだけあって、ほとんど違和感なく全てが整った質の高い画像生成がされやすいので必須で入れておくべき呪文です。確かに比較してみると右側の方がクオリティが上がって美少女になったね。ちなみに、半角があるかないかで別の画像生成がされるのでどちらも見比べてみるといいでしょう。こちらでは半角があった場合とない場合を比較した結果になります。どちらもクオリティが高いから迷うね。マスターピースの次に有名な呪文がベストクオリティになります。マスターピースより質は低めに生成されるかなと感じる呪文です。ですが、マスターピースの呪文と一緒にして入れておくことによって、さらに効果を発揮して単体のマスターピースよりもクオリティが上がりやすいので、2つ入れるようにするといいでしょう。ウルトラクオリティの呪文では、ベストクオリティよりも劣ったような感じはありますが、マスターピースと組み合わせることによって良くなる場合があるので試してみてください。ディテイルドの呪文は一番おすすめです。ディテイルド単体の呪文ではいまいちですが、マスターピースと組み合わせることによってクオリティが大きく上がるのでぜひ使用してみてください。洋服の装飾などが細かくなっているところがいいね。オールディテイルドの呪文は、マスターピースのみと比べると洋服の細かさが変わっています。シンプルな服装ではなく先ほどあったディテイルドの呪文と同じように、より情報量の多い服装にしたいのであれば使用してみるといいでしょう。ディテイルドの次におすすめなのがウルトラディテイルドです。ディテイルドの呪文とあまり変わらないくらいクオリティが高くなるので、どちらも生成してお好みで選択するといいでしょう。エクストリムリーディテイルドは、ウルトラディテイルドよりもさらに服装が派手になって生成されているように感じました。服装の装飾にこだわりたい人は使用するといいでしょう。エクストリムリーディテイルド CG ユニティ 8K ウォールペーパーは、エクストリムリーディテイルドの呪文よりも服装の詳細さはなくなりましたが、全体的に良い感じに仕上がっているのでこちらの呪文もおすすめです。エクストリムリーディテイルドと同様に、イントリケートディテイルズの呪文は、髪や服装がより詳細に描かれて生成されています。髪をリアル寄りにしてイラスト生成したい人は使用してみてください。ハイレゾリューションの呪文では、目のハイライト、白い光の部分が出てきて良くなった感じになりました。目のハイライトがあると生き生きした感じになるからいいね。右側のハイレゾリューションの呪文も同じ意味ではありますが、違った画像が生成されます。右側の方がクオリティは良くなりやすいのでおすすめです。先ほどのハイレゾリューションと同様に、ウルトラハイレゾリューションも良い画像生成がされます。エニーローラモデルではウルトラの呪文を使うと紙に動きが出やすい傾向にありました。ハイレゾリューションと同様に右側のウルトラハイレゾリューションで記載した呪文の方が、クオリティが高くなる場合があるので参考にしてみてください。4K の呪文は単体ではそこまで良くないものの、マスターピースと組み合わせると質が良くなるので一緒に使用するといいでしょう。何枚か画像生成したのですが、8K の呪文の方が 4K よりも高品質になりやすかったのでこちらの方がおすすめです。プレイステーション5の呪文は単体でもクオリティが非常に高く、
マスターピースと組み合わせるとさらに良くなるのですが、ゲーム機を持ったりする癖などがあります。ゲーム開発の際に使用するアンリアルエンジンですが、プロンプト内にアンリアルエンジン5の呪文を入力すると、意外にもクオリティが高い画像生成をすることができます。3D のゲームキャラクターのような感じの画像生成がされやすい傾向にあります。イラストレーションの呪文は左側にあるマスターピース単体よりも右側のように組み合わせて使用することでクオリティが高くなるのでおすすめです。フォトリアリスティックの呪文はアニメ風というよりもリアル、実写寄りな美少女を生成したい人におすすめです。確かに左側と右側を見比べると画風がガラリと変わってリアル風に変わっているね。2.5 次元の美少女の生成に使えそうな呪文だね。これだけ呪文を紹介されると迷ってしまうよ。結局どれを使った方がいいのかな。おすすめなのはディテイルドかウルトラディテイルドになるよ。2つのうちのどちらか1つをプロンプト内に追加するといいよ。こちらのように2つの呪文を比較してみました。モデルによってクオリティに違いが出るとは思いますが、エニーローラのモデルではディテイルドかウルトラディテイルドをマスターピースの呪文に追加して使用することで、クオリティが高くなって生成されやすいので参考にしてみてください。また、ディテイルドアイズやディテイルドフェイスなど、特定の部位に対する呪文に使用しても質が高くなるのでおすすめです。とにかくある程度の質を求めるなら、マスターピース、ベストクオリティ、ウルトラディテイルドをプロンプトに入れるといいでしょう。定番の呪文であるマスターピース、ベストクオリティはプロンプト内に入れたとしても、目が崩れていたり、首が長かったり、胴体が長かったり、足が分離していたりする場合があったりするので、プロンプト内に入れるだけの呪文では限界があります。上半身の構図の場合は質が良くなりやすいですが、全身になるとこれだけでは崩れが目立ってきます。ですから、崩れてしまった部位に対してネガティブプロンプト内に修正する呪文を入れる必要があります。例えば、手が崩れてしまった場合の対処法として、ネガティブプロンプト内にバッドハンズ、バッドフィンガーズ、ミッシングフィンガーズなど、手だけに関連した呪文を入れて修正しましょう。プロンプト内に全体を高品質にさせる呪文を入れたからといって、全てが整ってクオリティが良くなるとは限らないということを覚えておくといいでしょう。動画内で紹介した全体に関わる呪文を全て入れるとクオリティが高くなるのかな。そうなる可能性もあるけど、多くの場合全て入れると逆に質が悪くなりやすいよ。また、モデルによっては質が良くなりやすい呪文でも、別のモデルでは逆に悪くなってしまうこともあるので試行錯誤する必要があります。おすすめとしてはマスターピース、ベストクオリティのように、全体のクオリティに関わるような呪文は3つまでの設定が無難であり、質の良い結果になりやすいです。それで他の部位が崩れてしまう場合は、プロンプトやネガティブプロンプト内に部位を指定した呪文を入れて修正していく方がいいと思います。ネガティブプロンプト内に入れた方がいい呪文は何かな。マスターピースよりも高いクオリティで画像生成することができる非常におすすめの呪文があります。それが、イージーネガティブです。イージーネガティブとネガティブプロンプトに入れるだけで、アニメ風であればクオリティの高い可愛い美少女がこの呪文だけで9割完成してしまいます。こちらはイージーネガティブなしとありを画像比較した結果になります。一目瞭然で右側のありの方が質が良くなっています。シビット AI にはイージーネガティブと呼ばれる呪文と同じ名前の拡張機能がありますが、それを導入していなくても呪文として入れるだけで全体のクオリティが上がります。ですが、この拡張機能ではまた違ったクオリティの上がり方をするので、こちらを導入して試してみるのもおすすめです。概要欄にこの拡張機能の URL を貼っておきます。呪文で入力したイージーネガティブと拡張機能を使用したイージーネガティブの比較画像がこちらです。どちらもクオリティは高いものの、画風が変わるので好きな方を選んで使用するといいでしょう。他にもネガティブプロンプト内に入れていた方がいい呪文はこちらになります。この中で特にワーストクオリティ、ロークオリティ、ノーマルクオリティを入れることによって大きくクオリティが上がります。これらは全て入れてもクオリティが低くなりにくいので追加しておくことをおすすめします。他には手をなるべく良くするためにバッドハンズ、ミッシングハンズ、バッドフィンガーズ、ミッシングフィンガーズなどを入れておくといいでしょう。
さらに高品質にさせる方法の一つに VE を使用することが挙げられます。こちらのように VE を使用することで全体を明るくしたり、目のハイライト部分や別の部位を修正してくれる効果があるので全体の質を上げることができます。まだ導入していない方は使うことをお勧めします。VE の追加方法や使い方については概要欄に URL を貼っているので、ぜひ見てください。サンプリングメソッドを変える方法もクオリティを上げる一つの手です。初期設定でサンプリングメソッドはオイラーへの設定になっていますが、変更することで質が少し変わります。おすすめのサンプラーは何かな？おすすめは、名前の最後にカルラスと書かれたサンプラーに設定すると、質の良い画像生成がされやすいです。初心者の人はサンプラーに迷ったらカルラスの設定にしてみてください。画像サイズの設定も品質を上げる呪文と同じくらい重要です。デフォルトでは横512縦512ですが、全身で画像生成させると目が崩れやすい傾向にあったり、ぼやけて描かれていたりしやすいです。片方のサイズを1024以上にしたりハイレゾリューションドットフィックスを使うことで、同じプロンプト内容でも目が崩れにくくなったりと劇的にクオリティが変わります。画像サイズを1024にするよりもハイレゾリューションドットフィックスを使った方がクオリティが上がっているのがすぐに分かったよ。デメリットとしては画像生成の時間が長くなってしまいますが、質を重視しているなら大きいサイズに変更するようにしましょう。他に高品質にさせる方法として、モデルを配布しているシビット AI のサイトからプロンプト内容を参照することです。質の高い画像生成の方法を参考にできるのでためになります。自分で考えた呪文を一つずつ入力して調べるのもいいですが時間がかかります。何の呪文を入力すると質の高い画像生成がされるのかを、シビット AI などで呪文を把握することで時間短縮になるのでおすすめです。ぜひ活用してみてください。まとめです。高品質に生成したいならマスターピース、ベストクオリティ、ディテイルドの呪文をプロンプト内に追加しましょう。紹介した呪文を全て入れても逆に質が悪くなる可能性があります。最大でも3つまでに呪文を絞って入れることによって高品質な画像生成がされやすくなります。また、ネガティブプロンプトにはワーストクオリティ、ロークオリティ、ノーマルクオリティなど低品質なものは省く呪文も追加するとさらにクオリティが高くなります。ぜひ参考にして質の高い画像生成をしてみてください。以上でクオリティの高い美少女を生成させるための呪文などについて解説しました。アイゼネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。